東の外壁に足場を組み終えた僕は、新しい外壁材の入手方法と並行して、一階床下の収め方について考えていた。友人の建築士に相談すると、地面からの湿気を防ぐために、厚さ10センチのコンクリートを敷き詰めるのが基本だと言われた。計算してみると、5トン近くのコンクリートが必要になることが分かった。手でこねれば地獄を見る量だ。生コン業者にミキサー車を頼むにしても、うちは狭い路地の奥にあるので、離れた場所から一輪車かなんかを使って人力でピストン輸送することになる。神奈川から来たばかりで、そんな重労働を頼めるような親しい人は近くにいなかった。数日悩んだ末、自分にできる範囲で最善を尽くそうと結論を出した僕が思いついた方法が、なんちゃって叩きだ。叩きは赤土と小石灰、にがりを混ぜて突き固めたもので、以前古民家を借りて住んだ時の玄関がこの叩きでできていた。土のように優しい風合いを持ちながら、コンクリートのように硬く、水にも強かった。それを自分でできる範囲で考えたのが、床下の土に小石灰を混ぜ、少量の水を加えて叩き固めることだ。その上に建築用の分厚いビニールシートを敷けば、湿気はシャットアウトできるし、床の足となる塚を支える強度も保てるのではないかと踏んだ。床下の瓦礫と古い塚石を取り除いてみると、地面がすり鉢状に低くなっていることが分かった。そこで建物の外にある土を排水溝代わりに掘り下げて、その土を床下に盛ることにした。これからここに石灰を混ぜます。石灰は体の中に入るとまずいので、ゴーグルと、マスク、あと皮膚にも良くないので手袋をします。本当は長袖着るといいんでしょうけど、せっかくなんで半袖で行きます。3日間地べたを叩き続け、自己満足でしかないにしても一応の地固めが終わった。しかしこの作業が原因で両手首と指の関節が腱鞘炎になり、医者へ通うことになってしまった。そんな状況で9月も中旬に差し掛かろうとしていた頃、僕は焦っていた。今思えば無謀としか思えないが、作業を始めた当初は1ヶ月半もすれば住めるようになると思っていた。つまり9月末には完成すると信じて疑わなかった。しかしどうだろう。9月に入っても壁板が新しくなっているわけでもなく、1階の床も腫れていない。
中にあったものを整理しただけで、建物自体に直接手を加えた部分が一つもないのだ。このままじゃダメだ。この閉塞感を打ち破って前へ進まなきゃ、ここへ来た意味がない。そう思い直し、やることに決めたのが、窓を据え付けるために壁に穴を開ける作業だった。窓は2階に一つあるだけだった。半世紀生きてきて、住まい選びにこれだけは譲れないという点がある。それは日当たりと風通しが良いこと。だから窓が一つしかない家なんてありえなかった。本当なら開放感あふれる大きな開口部を作りたかったが、この納屋の壁に穴を開けるには制約があった。最新の住宅なら壁に耐震性を高めるため斜めに筋交いが入っている。しかしこの時代の建物にはその代わりに板が水平に入っていた。この木を切ってしまうと構造的な強度が落ちてしまうため、窓は柱と横に渡された木の間をくり抜くようにつけるしかない。僕は最初に穴を開ける場所を下屋に面した1階の南側に決めた。下屋の屋根がかかっているので、シビアな雨じまいを考える必要がなかったからだ。この箒で生えているあたりの壁に2箇所、隣り合う東の壁にも2箇所穴を開けて、4連の窓を作るつもりだ。きっとこの家の象徴的な場所になるだろう。まずは窓を作る部分の外壁を剥がす。穴を開けるぞ。どうなっていくのか。窓は可能な限り大きくしようと決めていたが、土壁を切るときに余計な部分まで崩れてしまわないか心配だったので、まずは小さな穴を開けてみることにした。土と藁を練って塗り固めた壁の中には、竹を縦と横に交差させて作った芯が埋め込まれている。竹の芯を探り出し、ノコギリで切る。すると竹がしなって刃が噛んでしまい、壁全体が前後に揺れてビビる。余計な土が崩れないよう壁を押さえながら切断していった。入った。外では雨が降り出していた。わずかだけれど背後から首筋をかすめて外へ風が流れていくのを感じる。家が新しい呼吸を始めた。これからはここから見える景色を眺めながら生きていくのだ。そう思うとなんだかちょっとジーンときた。小さいながら穴を開けたことで壁の構造がわかると、それからは戸惑うことなく穴を大きくしていった。別の日、2つ目の穴を開けて窓を据えるための枠をはめ込む。壁は土壁の内側に断熱材を詰めてから板を張り、塗装する予定だ。外側にも新しく壁板を張るので、それらの厚みをカバーできる分厚い窓枠が必要になる。僕は幅20センチある杉の床板を使って窓枠を作ることにした。しかし、
これがなかなか思うようにいかなかった。明るい部屋にするために窓枠は少しでも大きくしたかった。そのため縦横の長さを現場合わせで精一杯大きく取ろうとしたのだが、古い納屋は厳しい雪の季節を60回以上超えてきたため、数ミリ東に傾いていた。そのため柱と横に渡された木の角度が直角ではなかった。歪んだ四角の中になるべく大きな正方形の枠を入れる作業は DIY 初心者の自分にとって途方もなく手間がかかった。それでもようやく1階の南側の窓ができました。2つ窓ができたというか窓枠だけだけど、いやー1個目つらかった。こっちの昨日やってこっちを今日やったんだけど、昨日は本当に1日かかってやっと。でも今日はちょっと容量が分かって、やり方をちょっと変えて半分ぐらいの時間でできたんじゃないかな。おー、こうやって外が見えるんだよ。窓辺の風景。我が家の窓、とりあえず2つ枠完成。週末、神奈川から香りが来てくれた。神奈川を金曜日の夜、福井を日曜日の夜に出る深夜バスを使った1泊4日の強行軍だ。それにもかかわらず土台に防腐剤を塗ってくれた。重ね塗りは乾いてからやってくださいって書いてあった。そして久しぶりの香りの手料理。嬉しかったがあまりにハードなスケジュールだったので、体が心配だから無理して来なくていいよと言うと、私たち2人の家なんだからね、私だってやりたいのという。来なくていいとは言ってみたものの、何もかも初めてが連続の毎日で、明けても暮れても一人で全てのことをやっていたため、そばにいてくれるだけで心強かった。